こんにちは、ログコです。今回はロルバーンをついつい買ってしまうあなたへ声を大にして伝えたいテーマです。またロルバーン買っちゃった。使い切ってないのにな。そろそろ整理しなきゃ。そんな風に思ったことありませんか？でも大丈夫です。私たちにはちゃんとロルバーンをたくさん買ってもいい理由があるんです。今回はその理由を5つにギュッとまとめてご紹介していきます。それではスタート。まず1つ目は飾って楽しむという方法。ロルバーンの魅力は何といってもデザイン豊富な表紙たち、季節感のあるものやコラボしたもの、ちょっと個性的な柄や色。買った瞬間からもうその存在が可愛いですよね。どんどん出る新作にいつも心が躍っています。ただ使うだけじゃもったいないので、もっとめでていきましょう。いつも動画で映っていますが、私は壁面ボードの一角に毎日使っているロルバーンを飾っています。飾ってインテリアの一部にしながら毎日使うので目に入り、今日も描こうという気持ちになります。また、100均などで売っているスマホスタンドにお気に入りの一冊を置いて飾るのもおすすめです。まるでアート作品のようですよね。私はリビングにも棚を設置してお気に入りのロルバーンや眺めているだけでテンションが上がるアイテムを飾ったりしています。ちょっとしたスペースに置くだけで空間が優しくなったり気分が上がったりするので、ロルバーンは実用だけじゃない心の癒しにもなるんだなぁと実感します。2つ目はサブノートや試し書き用ノートとして使うという考え方です。ロルバーンって中の紙もとっても書きやすいですよね。でも特にお気に入りの表紙だともったいなくて使えないっていう気持ちめちゃくちゃわかります。そんな時はこれなら使ってもいいかなというロルバーンや同じデザインを2冊買いしたものなんかをちょっと気楽な目的に使うサブノートとして活用しちゃいましょう。例えばこんな風にテンプレートの試し書きをしてみたり、ペンやインクの色とロルバーンの相性を確認してみたり、マステやシールを貼る練習帳にしてより納得のいく手帳デコを追求してみたり、本番ロルバーンに書く前のシミュレーションにしてみるのもいいですね。ざっくり言うとロルバーンのためのロルバーンみたいな感じ。綺麗に仕上げることが目的じゃなくて、とりあえず自分の頭の中を形にしてみたり、純粋に書くこと自体を楽しむ場所として使えば、自由にページが使えて、思わぬアイデアが見つかることもあるかもしれません。ロルバーンを使うことがもったいないから買ってよかったに変わるように、そんなサブノート的なロルバーンがあってもいいかなと思います。3つ目は、ロルバーンは一期一会ということ。無地や定番デザインのものもありますが、ロルバーンの多くは限定デザインや季節限定のものだったりしますよね。一度売り切れたらもう二度と手に入らないことも珍しくありません。次回買おうと思って見送った結果、後日お店に行ったらもうなかったとか、オンラインでも売り切れてしまっていたり、あの時の後悔ってずっと心に残るんですよね。だからこそ、おっと思ったらその場で買っておきましょう。もう迷ったら買う。それはただの衝動買いではなくて、未来の自分に後悔させないための英断なのです。4つ目の理由は、使い道は後からやってくるです。ロルバーン買ったはいいけどまだ使ってないな。そんな時は焦らなくても大丈夫です。なぜなら使い道ってある日ふとやってくるからです。最近好きなアーティストができたから推し活の記録にしようかなとか、目標を決めたから夢ノートや叶えたいことリストにしようかなとか、最近惣菜パンにハマっているから行きたいお店や場所のリストをまとめようかなとか、そんな風に日々の生活の中でふとこれ書きたいなというアイデアが湧いてくる時があります。また専用ノートを作ることで毎日がちょっと行動的になることも。私も読書ノートや朝活ノートにロルバーンを使っていますが、ノートを持っていることで書く目的が後から育ってくる気がします。例えば最近読書ノート書いてないな、
本でも読もうかなとか、いつもより早起きして朝活ノートを充実させたいなとか、ノートに書くことがきっかけで自分の行動も変わってくるかもしれません。とりあえず今はまだ空白でも大丈夫です。きっとあなたのロルバーンの出番はあります。ノートの中に眠っている未来のページを気長に待ってあげましょう。最後は皆さん、どんどんロルバーンが増えていって、ロルバーンが高く積み上がっているのを見ると、使い切れてない自分に罪悪感を感じてしまうことってありますか？私もこんなに買っていいのだろうかと、以前は勝手に申し訳ない気持ちになることがありました。でも少し考え方を変えてみてください。これだけ使われるのを待っているノートがあるということは、明日も明後日もせっせとノートを書いていく未来があるというふうにも言えます。作家の三浦紫音さんもエッセイの中で、積読本が家のあちこちに積み上がっていると嘆いていました。でもそれは言い換えると、明日も読む本があるという自分自身や未来への希望の塔でもあると。そう、ロルバーンも同じなんです。ツンロルも希望の塔なんです。そう考えると、ツンロルが増えることもそう悪いことではないと思いませんか？まだ白紙のページがあるということは、それだけ未来に何かを書けるスペースがあるということ。いつか書こうって思えるノートが家にあるって、それだけで生きることの支えになる気がするんです。使い切れなかったらどうしよう。それでも大丈夫です。生きてる間に使い切らなくたっていい。正直私はもう生きている間に使い切れない可能性の方が高いんですが、その時はロルバーンも棺桶の中に一緒に入れてもらうことにします。きっとよく燃えることと思います。とにかく今日もどこかにいつか書くページがあると思えることが素晴らしいことなんじゃないかなと思います。だから私はこれからもバンバン欲しいロルバーンをカゴに入れていこうと思います。というわけで、ロルバーンをたくさん買ってしまっても問題ありません。飾って楽しんで、気軽に試して、一期一会を大切にして、未来の自分にページを残していく。それこそがロルバーンを愛して使う私たちのスタイルなのではないでしょうか。さあ、今日も堂々とロルバーンをめでていきましょう。もしこの動画がわかるなぁと思ってもらえたら、チャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ログコの机からお届けしました。バイバーイ。